今日も一日お疲れ様でした。少しでも皆様の癒しのお時間になれれば幸いです。おやすみなさい。おむすびコロリン。昔々、木こりのおじいさんはお昼になったので切り株に腰をかけてお弁当を食べることにしました。うちのおばあさんが握ってくれたおむすびは全く美味しいからな。独り言を言いながら竹の皮の包みを広げた時です。コロリンとおむすびが一つ地面に落ちてコロコロとそばの穴へ転がり込んでしまいました。おやおや、もったいないことをした。おじいさんが穴を覗いてみますと、深い穴の中からこんな歌が聞こえてきました。おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。不思議だな。誰が歌っているんだろう。こんな綺麗な歌声は今まで聞いたことがありません。どれ、もう一つ。おじいさんはおむすびをもう一つ穴の中へ落としてみました。するとすぐに歌が返ってきました。おむすびコロリンコロコロリン、コロリン転げて穴の中。これは面白い。おじいさんはすっかり嬉しくなって自分は一つも食べずにおむすびを全部穴へ入れてしまいました。次の日、おじいさんは昨日よりももっとたくさんのおむすびを作ってもらって山へ登っていきました。お昼になるのを待ってコロリンコロリンとおむすびを穴へ入れてやりました。その度に穴の中からは昨日と同じかわいい歌が聞こえました。やれやれ、おむすびがおしまいになってしまった。だけどもっと聞きたいな。そうだ、穴の中へ入って頼んでみることにしよう。おじいさんはおむすびのようにコロコロ転がりながら穴の中へ入っていきました。するとそこには数えきれないほどの大勢のネズミたちがいたのです。ようこそおじいさん、おいしいおむすびをたくさんごちそうさま。ネズミたちは小さな頭を下げておじいさんにお礼を言いました。さあ、今度は私たちがお礼にお餅をついてごちそうしますよ。ネズミたちは臼と杵を持ち出してきて、ぺったんネズミのお餅つき、ぺったんぺったん穴の中と歌いながら餅つきを始めました。これはおいしいお餅だ。歌もお餅も天下一品。おじいさんはごちそうになった上に欲しいものを何でも出してくれるといううちでの小槌をお土産にもらって帰りました。おばあさんや、お前何が欲しいと
おじいさんは聞きました。そうですね、いろいろと欲しいものはありますけれど、かわいい赤ちゃんがもらえたらどんなにいいでしょうね、とおばあさんは答えました。よし、やってみよう。おじいさんが小槌を一振りしただけで、おばあさんの膝の上にはもう赤ちゃんが乗っていました。もちろんちゃんとした人間の赤ちゃんです。おじいさんとおばあさんは赤ちゃんを育てながら仲良く楽しく暮らしましたとさ。おしまい。わらしべ長者。昔々ある若者がお寺で観音様にお願いをしました。どうかお金持ちになれますように。すると観音様が言いました。ここを出て初めに掴んだものがお前をお金持ちにしてくれるだろう。喜んだ若者はお寺を出た途端、石につまずいてすってんと転びました。そしてその拍子に一本のわらしべをつかみました。観音様がおっしゃった初めに掴んだものってこれのことかな。とてもこれで金持ちになるとは思えないが。若者が首をひねりながら歩いていると、ブーンと一匹のアブが飛んできました。若者はそのアブを捕まえると、持っていたわらしべに結んで遊んでいました。すると向こうから立派な牛車がやってきて、中に乗っている子供が言いました。あのアブが欲しいよ。ああ、いいとも。若者が子供にアブを結んだわらしべをあげると、家来の者がお礼にみかんを3つくれました。わらしべがみかんになったな。また歩いていると、道端で女の人が喉が渇いたと言って苦しんでいます。さあ、水の代わりにこのみかんをどうぞ。女の人はみかんを食べて元気になりました。そしてお礼にと美しい布をくれました。今度はみかんが布になったな。若者がその布を持って歩いていると、馬が倒れて困っている男の人がいました。どうしました？馬が病気で倒れてしまったのです。町に行って布と交換する予定だったのに、今日中に布を手に入れないと困るのです。ではこの布と馬を交換してあげましょうか。若者が言うと、男の人は大喜びで布を持って帰りました。若者が馬に水をやったり、体をさすったりすると、馬はたちまち元気になりました。
今度は布が馬になったな。その馬を連れてまた若者が歩いていると、今度は引っ越しをしている家がありました。そしてそこの主人が若者の立派な馬を見て言いました。急に旅に出ることになって馬が必要なのじゃが、その馬をわしの家や畑と交換してもらえないかね。若者は立派な家と広い畑をもらって大金持ちになりました。一本のわらしべから大金持ちになったので、みんなはこの若者をわらしべ長者と呼びました。おしまい。金太郎。昔々、足柄山の山奥に金太郎という名前の男の子がいました。金太郎の友達は山の動物たちです。金太郎は毎日動物たちと相撲をして遊んでいました。はっけよーい、残った金太郎頑張れ、クマさんも負けるな。だけど勝つのはいつも金太郎で、大きな体のクマでも金太郎にはかないません。こうさん金太郎は強いな。でも次は負けないぞ。今度は綱引きです。金太郎一人と山中の動物たちの勝負です。動物たちの中には体の大きなクマや牛や馬や鹿もいましたが、金太郎にかないません。綱引きも金太郎の勝ち。なんとも大変力持ちの金太郎ですが、強いだけでなくとても優しい男の子です。ある日、熊の背中に乗って山道を行くと、谷のところで動物たちが困っていました。どうしよう、橋がないから向こうへ渡れないよ。よし、僕に任せておけ。金太郎は近くに生えている大きな木を見つけると、よし、ちょうどいい大きさだと言って、その大きな木に体当たりをしました。ドーン。すると大きな木は簡単に折れてしまい、金太郎がそれを持ち上げて谷にかけると、一本橋の出来上がりです。はーい、どうもありがとう。動物たちは大喜びで金太郎の作ってくれた橋を渡りました。その後、強い力と優しい心を持った金太郎は立派な若者になり、都の偉いお侍さんの家来になって、悪いものを次々とやっつけたということです。おしまい。
浦島太郎。昔々ある村に心の優しい浦島太郎という若者がいました。浦島さんが海辺を通りかかると、子供たちが大きな亀を捕まえていました。そばに寄って見てみると、子供たちがみんなで亀をいじめています。おやおや、かわいそうに。見ると亀は涙をハラハラとこぼしながら浦島さんを見つめています。浦島さんはお金を取り出すと子供たちに差し出して言いました。それではこのお金をあげるからおじさんに亀を売っておくれ。うん、それならいいよ。こうして浦島さんは子供たちから亀を受け取ると、大丈夫かい、もう捕まるんじゃないよと亀をそっと海の中へ逃がしてやりました。さて、それから2、3日経ったある日のこと、浦島さんが海に出かけて魚を釣っていると、浦島さん、浦島さんと誰かが呼ぶ声がします。おや、誰が呼んでいるのだろう。私ですよ。すると海の上にひょっこりと亀が頭を出して言いました。この間は助けていただいてありがとうございました。あの時の亀さん。はい、おかげで命が助かりました。ところで浦島さんは竜宮へ行ったことがありますか？竜宮さあ、竜宮ってどこにあるんだい？海の底です。海の底へなんか行けるのかい？はい、私がお連れしましょう。さあ、背中へ乗ってください。亀は浦島さんを背中に乗せて海の中をずんずんと潜っていきました。海の中には真っ青な光が差し込み、昆布がゆらゆらと揺れ、赤やピンクのサンゴの林がどこまでも続いています。わあ、綺麗だな。浦島さんがうっとりしていると、やがて立派な御殿へ着きました。着きましたよ。この御殿が竜宮です。さあ、こちらへ。亀に案内されるまま進んでいくと、この竜宮の主人の美しい乙姫様が色とりどりの魚たちと一緒に浦島さんを出迎えてくれました。ようこそ浦島さん。私はこの竜宮の主人の乙姫です。この間は亀を助けてくださってありがとうございます。お礼に竜宮をご案内します。どうぞゆっくりしていってくださいね。浦島さんは竜宮の広間へ案内されました。浦島さんが用意された席に座ると、魚たちが次から次へと素晴らしいごちそうを運んできます。
ふんわりと気持ちの良い音楽が流れて、タイやヒラメやクラゲたちのそれは見事な踊りが続きます。ここはまるで天国のようです。そしてもう一日いてください、もう一日いてくださいと乙姫様に言われるまま竜宮で過ごすうちに3年の月日が経ってしまいました。ある時浦島さんははっと思い出しました。家族や友達はどうしているだろう。そこで浦島さんは乙姫様に言いました。乙姫様、今までありがとうございます。ですが、もうそろそろ家へ帰らせていただきます。帰られるのですか？よろしければこのままここで暮らしては。いいえ、私の帰りを待つ者もおりますので。すると乙姫様は寂しそうに言いました。そうですか、それはお名残惜しいです。ではお土産に玉手箱を差し上げましょう。玉手箱、はい、この中には浦島さんが竜宮で過ごされた時が入っております。これを分けずに持っている限り浦島さんは年を取りません。ずーっと今の若い姿のままでいられます。ですが一度開けてしまうと今までの時が戻ってしまいますので、決して開けてはなりませんよ。はい、わかりました。ありがとうございます。乙姫様と別れた浦島さんはまた亀に送られて地上へ帰りました。地上に戻った浦島さんは周りを見回してびっくり。おや、わずか3年で随分と様子が変わったな。確かにここは浦島さんが釣りをしていた場所ですが、なんだか様子が違います。浦島さんの家はどこにも見当たりませんし、出会う人も知らない人ばかりです。私の家はどうなったのだろう。みんなはどこか引っ越したのだろうか。すみません、浦島の家を知りませんが。浦島さんが一人の老人に尋ねてみると、老人は少し首をかしげて言いました。浦島、あ、浦島という人なら700年ほど前に海へ出たきりで帰らないそうですよ。ええ。老人の話を聞いて浦島さんはびっくり。竜宮の3年はこの世の700年にあたるのでしょうか。家族も友達もみんな死んでしまったのか。かっくりと肩を落とした浦島さんはふと持っていた玉手箱を見つめました。そういえば乙姫様は言っていたな。この玉手箱を開けると時が戻ってしまうと。もしかしてこれを開けると自分が暮らしていた時に戻るのでは。そう思った浦島さんは開けてはいけないと言われていた玉手箱を開けてしまいました。もくもく
っ白の煙が出てきました。おお、これは煙の中に竜宮や美しい乙姫様の姿が映りました。そして楽しかった竜宮での3年が次から次へと映し出されます。ああ、私は竜宮へ戻ってきたんだ。浦島さんは喜びました。でも玉手箱から出てきた煙は次第に薄れていき、その場に残ったのは髪の毛もひげも真っ白のヨボヨボのおじいさんになった浦島さんだったのです。おしまい。